妊娠9ヶ月、病院で夫のベケット・ショーと愛人にばったり遭遇した。定期検診の報告書を受け取ろうとした瞬間、彼らが自分たちの子供の誕生を祝っている姿が目に入った。デラニーは心配そうなふりをした。ベケット、あなた、本当は私と一緒にいるべきじゃないのに。エブリンに見つかったら、彼女、傷つくわ。彼女も妊娠してるんだから。彼女が動揺するんじゃないかって心配じゃないの？ベケットは冷たく鼻で笑った。彼女が騒ぎ立てたら離婚すればいいだけさ。ベケットがもう私たちを必要としないなら、この偽りの結婚生活にしがみつくより、父親なしで子供を育てる道を選ぼう。海外に住む父に電話をかけた。パパ、決めたの。離婚する。赤ちゃんを連れてあなたのところに引っ越す。電話を切り、すぐに一番早い便を予約した。あと2週間それだけ我慢すればいい。2週間後、私はベケットの人生から永遠にいなくなる。なのに、どうしてあの男は真っ赤な目をして私の結婚式に現れ、戻ってきてくれと懇願したんだろう？妊娠9ヶ月、定期検診の報告書を受け取ったその時、夫が産婦人科に来ているのを見た初恋の人、デラニー・クロスと一緒に。ベケット、あなたがこんなに付き添ってくれるなんてエブリンにバレたら、きっとすごく落ち込むわ。彼女ももうすぐ出産なのに。心配じゃないの？デラニーは心配そうなふりをした声で言ったが、その目には得意げな色がちらついていた。ベケットはそっと彼女のお腹にキスし、冷たい無関心さで答えた。彼女はこのこと知らないし、教えるつもりもない。ホルモンのせいか、最近は気分の波が激しいからな。君に迷惑をかけてほしくないんだ。でも、いつまでもこっそり会うわけにはいかないでしょう。エブリンも臨月なのに。もし彼女が知ったら、私、怖くて。怖がることはない。君の検診に付き添うのは僕の義務だ何しろ、その子は僕の子供でもあるんだから。エブリンが文句を言うようなら離婚すればいいだけさ。私のことを話す時のベケットの声の冷たさに、私は血液が凍る思いがした。ベケットがもう私たちを見捨てると決めたなら、その前に私が去ろう。彼の元を離れ、この子を一人で育てる。私は自重の笑みを浮かべ、ついに心が諦めた。スマートフォンを取り出し、海外にいる父に電話をかけた。パパ、決心がついたよ。離婚する。赤ちゃんを連れて、そっちに住みに行く。やっと目が覚めたか父の声が電話越しに聞こえた。翔歌は名門かもしれないが、うちだって負けてはいない。あそこにいて苦痛しかないなら、そうだ彼と別れて、子供を一人で育てればいい。そうだね、パパ。電話を切り、私はすぐに次の便を予約した。今朝、ベケットに私の検診に付き添ってくれないかと頼んだ時のことを思い出した。仕事があると言っていた結局、デラニーの検診に付き添っていたんだ。妊娠して9ヶ月、ベケットが一度も病院に付き添ってくれたことはなかった。デラニーが婚約破棄されてからミコゼ、彼女が帰国して以来、ベケットは何度も彼女に会っていた。彼女が戻ってきた瞬間から、ベケットと私が二人きりで過ごす時間はほとんどなくなった。デラニーから電話やメッセージ一本でもがあれば、ベケットは何をしていても放り出して彼女のもとへ駆けつけた。私の目の前で彼女を愛情深く抱きしめることさえあった。質問しなかったわけじゃない。でもその度に彼は同じ口実でごまかしたデラニーは大変な時期で支えが必要なんだ、と。彼の言うところではすべてはデラニーを立ち直らせるための手助けだった。彼女は妊娠している、自分には彼女のそばにいる道義的義務がある、と。でもベケットは一つの重要な事実を忘れていた。デラニーだけが妊娠しているわけじゃない。
私も妊娠していた。しかも彼女よりもずっと臨月が近い。誰かが一番世話を必要としているとしたら、それは私の方だった。長い間、デラニーが身ごもっている子はベケットの子だと思っていた。遠回しに聞いてみたこともある。もしも私を愛していないのなら、はっきり言ってほしい、と伝えたこともある。でもその度に、彼は私の話を遮った苛立たしげに、取り合わず、はぐらかして。そして、デラニーのお腹の子は本当は誰の子なのか、と勇気を出して問い詰めたとき、彼は激怒した。何度も何度も、彼は私を安心させようとした。そして、私はついに彼を信じることを選んだ。彼はただ親切なだけだ、自分への愛は冷めていないのだ、と自分に言い聞かせた。でも今、すべてが明らかだ。デラニーの子供は、初めから彼の子だった。彼らは私の知らないうちに、一体どれだけの間、こっそり関係を続けていたのか。私はただのカモフラージュに過ぎなかった。ベケットが離婚について口にしたとき、デラニーの目がわずかに細まり、慎重に作った表情の隙間から満足の色がちらりと漏れるのを見た。私、エブリンからあなたを奪おうなんて思ってないの。彼女は声をわずかに震わせていった。ただ婚約者が別れを告げなければ、こんなことにはならなかったのに。プライドを守りたかっただけ。ベケット、あなたがいてくれて本当によかった。正直、あなたなしでこの国に戻ってきたら、どうしていたかどこに行っていたかわからなかった。彼女の目に涙が浮かんだ。そしてベケットは優しさと気遣いに満ちて、そっと彼女を腕に抱き寄せた。言っただろう俺が面倒を見るって、デラニー。あの時、君がいなかったら、彼は言葉を途切れさせた。とにかく、俺が君の面倒を見るのは当然だ。彼は続けた。エブリンは俺の妻だから、なぜこんなことをしているか理解するべきだ。彼女にバレたとしても何が問題なんだ？何があっても俺は君のそばにいるよ。ベケットはそっとデラニーを軽く叩き、慰めた。医師が診察室から出てくると、彼らを一目見て羨ましそうに言った。少婦人、あなたは本当に幸せね。ご主人は一度も献身を欠かさないし、こんなに優しく思いやりがあるんだから。デラニーは頬を染め、恥ずかしそうに微笑んだ。ベケットはそれが当然であるかのようにうなずいた。私は目の前の胸くそ悪い光景をじっと見つめ、爪が手のひらに食い込んだ。あと2週間、私は永遠にベケットの人生から消える。ベケットはすぐに医師について診察室に入り、定期検診の報告書を受け取った。一方、デラニーはトイレに行くと言い訳して、その場に立ち尽くした。二人とも中に入ると、彼女はようやく面倒くさそうにゆっくりと言った。もう出てきていいわよ。十分長く立ち聞きしていたでしょ？まだ見足りなかったの？私は無言で姿を現し、無表情だった。私が黙ったままなので、デラニーは我慢できなくなった。彼女の目つきはあざけりに鋭くなった。何、恥知らずも大概にしなさいよ。ベケットがあなたを愛してないってわかってるくせに、まだ少婦人の肩書きにしがみついてるの？私は冷たく笑った。愛人が妻のいる男に取り入る方が恥知らずじゃないの？デラニーの唇が微笑みで歪んだ。私、あなたよりずっと前にベケットを知ってたの。私が海外に行ってなかったら、あなたが彼と結婚するチャンスなんてなかったわ。彼女は軽く自分のお腹をポンポンと叩き、それから得意げに付け加えた。でも、私は戻ってきたそれに彼の子供を妊娠している。だから、あなたが身を引く番だと思うわ。ベケットと結婚した時から、彼にはたった一人の本命の女性がいることは知っていた。でも、彼女がそんなに揺るぎない地位を彼の心に占めているとは思わなかった。胸を突き刺す痛みに
私は膝から崩れ落ちそうになった。私は本能的に手にした報告書をぎゅっと握りしめた。その時、デラニーはそれを見て、私から報告書を奪い取った。彼女は診断結果に目を通すと、狂ったように嬉しそうに笑い出した。がんだって？彼女は言った。で、どうするつもり？その私生児を産むまで生き延びられると思う？それとも二人揃って死ぬの？彼女の笑い声がサイレンのように私の耳に響き、私の中で何かがプツンと切れた。私は一歩踏み出し、思い切り彼女の方を叩いた。彼女は大げさによろめき、それから泣き叫びながら地面に倒れた。エブリン、あなたに隠そうとしたわけじゃないの？でも私、妊娠してるのよ。どうしてそんなに叩くの？大粒の芝居がかった涙が彼女の方を伝った。私が彼女の演技を理解する間もなく、背後から激しい一押しを感じた。私はバランスを崩し、冷たく硬い床にお腹を強打した。ベケットは私の腕をつかみ、ぐいと引っ張り上げた。私はまだ放心状態で、ショックを整理しようとしていた。その時、彼は私の顔に向かって怒鳴った。お前、頭おかしいんじゃないのか。どうしてデラニーを突き飛ばすんだ？彼女は妊娠してるんだぞ。私は呆然として彼を見つめた。私が口を開く前に、デラニーが泣き叫んだ。ベケット、私のことで揉めてエブリンと喧嘩しないで。あなたに検診に付き添ってほしいなんて頼んだ私が悪いの。赤ちゃんが無事なら、彼女に叩かれても構わない。彼女は悲劇のヒロインのように見えた目は潤み、下唇を震わせている。ベケットの顔は怒りに歪んだ。彼が私に向き直った時の声は低く、鋭かった。度が過ぎるぞ、エブリン。彼は冷たく言った。デラニーに謝れ。その言葉に私自身が驚いた。私は笑った。苦く。私に謝れと？私は声を枯らせて言った。ベケット、これが何か知ってるの？私は癌の診断書を彼の胸に突きつけ、手を震わせた。感情で喉が詰まった。彼はそれにすら目をくれなかった。彼は髪を芯二つに引き裂き、まるで私が問題であるかのように睨みつけた。そんなものが何だって言うんだ。お前がやりすぎたことだけがわかる。まったく、お前も妊娠してるんだぞ、エブリン。どうして他の女性にそんなひどいことができる？ついに涙が私の方を伝い落ちた。熱く、無言で。全身が震えた痛みからではなく、純粋な怒りからだった。ベケットは私が泣いているのを見て、一瞬、表情が和らいだ。口調も柔らかいものに変わった。わかったよ、謝ってくれないか？ここ数ヶ月、お前に構ってやれなかったのはわかってる。でも子供が生まれたら、ちゃんと埋め合わせするって約束するよ。それから、恥じる様子もなく、彼は私をデラニーの方へ押しやった。彼女は私を見返し、目に得意げな勝利の色をちらつかせた。私はベケットをじっと見つめ、かつて自分を愛すると誓った男が、どうしてデラニーが戻ってきた瞬間にこんなにも激変できるのかと思った。祭壇の前で交わしたすべての誓いを彼は忘れてしまったのか？私は深く落ち着かせるため息を吸った。いいえ、私は静かに言った。謝らない。そしてベケット、あなたには本当にがっかりした。そして私は背を向けて歩き去った。私が去っていくのを見て、ベケットの表情は曇った。一瞬、彼の目にパニックの色が走った。彼は私の方へ一歩踏み出そうとしたその時、デラニーがお腹を押さえてうめいた。ベケット、痛い。彼女は息を切らしていい。それから無理やり涙声で哀願した。でもエブリンの方が大事よ。彼女の後を追いかけて。ベケットはほんの一瞬躊躇っただけで、
首を振った。いや、彼女のことは心配するな。今は君の体調が一番大事だ。彼は私が消えた廊下の方を一別し、つぶやく声が聞こえた。エブリンはただの我がママさ。妊娠8ヶ月だ、俺が離婚するなんて言ったら怖がるだろう。後で話せばいい。それから彼はデラニーを抱き上げ、病室に運び込んだ。家に着くと長い間街に立ち、私たちの家であるはずの家を見つめた。デラニーが帰国して以来、ベケットはほとんど家に帰ってこなかった。私はもうこの家がかつて持っていた温かみを感じられなかった。壁の前に歩み寄り、結婚式の写真を外して、そのままゴミ箱に放り込んだ。私はここに自分の痕跡を一切残したくなかった過去の名残を一つも。私たちのペアアイテムをすべて詰め込み、ゴミ袋に押し込んだ。それを持って階段を降りようとしたとき、玄関のドアが突然開いたベケットがデラニーを抱いて入ってきた。ドアのそばに黙って立つ私を見て、彼の顔に一抹の罪悪感が走った。お前がしたことのせいで、彼女の調子が悪いんだ。彼はすべてを説明するかのように言った。調子が悪い？私は鼻で笑った。だったらなぜ病院じゃなくて、一体どうして彼女をここに連れてきたの？私たちの家が愛人のための療養所だと思ってるの？言葉に気をつけろ、エブリン。彼はピシャリと言った。俺は事態を収拾しようとしてるんだ。お前が気に入ろうが気に入るまいが、デラニーはこの家に滞在する。デラニーが口を挟んだ。彼女はそっとお腹を撫でながら。本当よ、エブリン。ベケットと私の間には何もないの。私はただ、この子のためにここにいるだけ。彼女は私を挑発するためにそう言ったのだ。胸の中で怒りが渦巻き、煮えたぎるのを感じた。私はベケットを見つめ、強くはっきりと言った。ここは私たちの家よ、ベケット。私は彼女にここに住んでほしくない。ベケットは一瞬黙った。彼の顔は葛藤に歪んだ。でもその時、デラニーが彼の手をつかみ、自分のお腹に当てた。ベケットの心は一瞬で溶けた。彼が私の方に振り返った時、彼の声は苛立ちに満ちていた。もういい。お前も妊娠してるんだ。どうして少しも思いやりが持てないんだ？お前はデラニーを突き飛ばした。俺はただ彼女の面倒を見ようとしてるだけだ。もし彼女がここにいるのが嫌なら、お前が出て行けばいい。彼の言葉は平手打ちのように私に襲いかかった。私は彼を見つめ、血の気が引いていくのを感じた。全身が震えた。そして私はできるだけ明確に言った。お望み通りに。今夜がこの家で過ごす最後の夜になる。これから私は去る。そしてベケット賞は私の人生から閉じられる一生となる。決心を固めると手に持ったゴミ袋をつかみ、ドアの外へと歩き出した。デラニーの声がからかうような哀れみを込めて後からついてきた。私のことで喧嘩しないで、ベケット。ほら、彼女、怒りすぎて結婚写真まで外しちゃってるわよ。ベケットの声は苛立ちに低くなった。彼女はただ大げさにしてるだけさ。俺が本気だってわかれば、這いずり回って戻ってくるよ。一粒の涙が私の方を伝った。私は冷たい夜の中に歩み出し、ゴミと一緒に彼に残った最後の愛の一片も捨てた。ドアを開けた瞬間、育児室から物音が聞こえ、私の怒りに火がついた。ベケットは私の妊娠が分かったとき、すぐにその部屋をリフォームした。最高級のものだけを揃えた。家具一つ一つ、ぬいぐるみ一つ一つ、毛布一枚一枚すべて彼自身が選んだ。私たちの赤ちゃんのために。そして今、彼はそれをデラニーに与えようとしている？怒りが私を突き上げた。廊下を走り抜け、
ドアを勢いよく開けたデラニーがベビーベッドの中に横たわっているのを見つけた。反射的に彼女を引きずり上げ、胸の中で怒りが燃え上がった。しかし私が一言も発する前に、ベケットが私の手首をつかみ、彼女から引き離した。お前、どうかしてるんじゃないのか？入ってくるなり狂ったように振る舞うな彼はピシャリと言った。でも私の目に涙が浮かんでいるのを見て、彼は躊躇った彼の握りがほんの少し緩んだ。本当に彼女にこの部屋をあげるつもりなの？私は声をからせ、壊れたように尋ねた。ベケットは眉を潜めた。デラニーが気に入ったと言ったんだ。しばらくここにいても大したことじゃないだろ。覚えてる。もういい、エブリン。彼は苛立って私の言葉を遮った。ここ数日のお前の行動はすべてが失望だった。もしこんな調子が続くなら、この結婚を続けるべきかどうか考え直さざるを得ない彼は一呼吸置き、目を冷たくした。お腹の子供に父親なしで生まれてほしくないだろう？彼は私を脅していた離婚で。彼の顔、口論が終わると必ず背を向ける彼の横顔を見て、記憶がほぐれていくのを感じた。約束、囁かれた甘い言葉、すべてが数ヶ月のうちに灰に変わっていく。彼はかつて、この部屋はいつまでも私たちの赤ちゃんのものだと言った。一生、二人を大切にすると言った。それなのに、今こうして。私はそれ以上何も言わなかった。無感覚で振り返り、歩き去った。手は本能的にお腹を抱き、中でかすかに動く命を感じた。心配しないで、赤ちゃん。あの部屋なんていらないよ。ママがもっといい部屋を作ってあげるからね。背後でベケットは凍りつき、私が去っていくのを見つめていた。病院でのあの一抹の罪悪感が再び彼の顔を走った鋭く、素早く、それから消えた。しかしデラニーが育児室から彼を呼ぶ声を聞くと、彼は振り返り、彼女の元へと歩いて行った。後で、シュネ室に戻ると、スマートフォンが鳴った。デラニーから一連のボイスメッセージが届いていた。一つ一つ開けると、録音されたベケットの甘やかすような口調を聞き、彼らの過去の愛情はすべてベケットにとってただのリハーサルだったのだと悟った。彼は私と私たちの赤ちゃんで練習していた。すべてデラニーの子供のため。私が飲んだ滋養スープ一つ一つ、赤ちゃんのために受け取った贈り物一つ一つ、ベケットが私に共有した育児のコツ一つ一つ、すべてがデラニーの赤ちゃんのためのリハーサルだった。育児室自体でさえ、ベケットがデラニーのお腹の子のために準備したものだった。私と赤ちゃんは、ベケットのリハーサルのための道具に過ぎなかった。彼はデラニーに自分の試行錯誤で苦しんでほしくなかった。だから私は犠牲になった。何度もメッセージを聞き返し、痛みが内側で膨れ上がり、私は笑った。面白いからじゃない、あまりに痛くて、正気の淵に立たされたから。妊娠が分かった瞬間から私が誇りに思っていたすべてが、ただの嘘だった。私の子供に対するベケットの優しさ？彼がデラニーと彼女の子供に示すものとは比べ物にならなかった。私はスマートフォンをぎゅっと握りしめ、手が震えた。呼吸をするのも痛かった。自分に何度もつぶやくことしかできなかった。大丈夫、大丈夫、と。大丈夫。だってもうすぐ、私たちは彼から自由になる。私と赤ちゃんだけ。それで大丈夫。赤ちゃんが蹴った。私の声が聞こえているかのように。理解しているかのように。私は腕をお腹に回し、ぎゅっと抱きしめた。長い間、そのままで、ようやく普通に呼吸ができるまで。デラニーが引っ越してきて以来、ベケットは文字通り彼女のそばに張り付いていた。そして私？真実を知った瞬間、私は彼に何も期待するのをやめた。ある夜、
水を飲みに階下へ降りていくと、ゲストルームの少し開いたドアから彼女の声が聞こえた。ベケット彼女は甘えるように言った。聞いたんだけど、あなたの家の聖クリストフォロスのメダルってすごく効くんだって。赤ちゃんが夜中に私を起こすのしばらく貸してもらえないかしら？そのメダルは単なるアクセサリーじゃなかった正家の家宝だった。それを身につける者が正当な娼婦人である証。ベケットは結婚式の日、私にそれを渡し、自ら私の首にかけてくれた。それは永遠に私のものになると言ったもう娼婦人はいないから、と。彼の声が記憶から私を引き戻した。ドアの隙間から彼が彼女の方に優しくキスし、微笑むのが見えた。もちろん。彼女に頼んでみるよ。赤ちゃんが生まれるまでなら好きなだけつけていていいよ。鋭い痛みが私の胸を突き刺した。彼の正確な約束さえもう思い出せなかったでもどうでもよかった。なぜなら明らかに彼も忘れていたから。一歩後ずさりしたが床がきしんだ。ベケットがドアを開け、私がそこに立っているのを見つけた。彼は驚いた様子だった。罪悪感さえ感じていた。彼は外に出て、後ろでドアを閉め、私を廊下の隅へと連れて行った。エブリン聞いちゃったんだな？彼はためらいがちに尋ねた。私は何も言わなかった。彼はまた躊躇ってから口を開いた。デラニー、なかなか眠れなくてさ。そのメダル、しばらく貸してあげられないか？私はゆっくりとうなずいた。でもその瞬間、脇腹に鋭い痛みが走った。私は顔をしかめ、それを飲み込んだ。彼女にあげるよ、でも条件がある。ベケットの顔はまるで月をもらったかのように輝いた。彼は私に近づき、抱きしめようとしたが、彼が触れる前に私は一歩下がった。デラニーの匂いが彼に染みついていた吐き気がした。やっと分かってくれて嬉しいよ、彼は安堵の笑みを浮かべていった。デラニーが子供を産んだら返すから。心配するな、お前のこの家での立場は変わらないから。彼はメダルが何を象徴するか覚えていたようだ。彼女が返さなくても構わない私は静かに言った。ただ、これにサインしてほしい。私は振り返り、階段を上っていった。1分後、離婚届を手に戻ってきた。すでに彼の署名が必要なページを開いていた。怒らなくていいよ、彼は私をなだめるかのように柔らかく言った。デラニーがずっと持ってるわけじゃない。さっきも言ったように、赤ちゃんが生まれたら返すから。彼は一目も見ずに書類にサインした。サイン入りの離婚届を手にした瞬間、私の中の嵐は静まった。こんなに簡単だとは思っていなかった。ベケットは小さく微笑んだ。ここ数ヶ月、お前に構ってやれなかったのはわかってる。好きなものを買っておいで、感情は俺が持つから。だから彼はあんなに簡単にサインしたのか。これがただの買い物目的の駆け引きだと思っていたんだ。私は無表情で首からメダルを外して彼に渡した。一瞬、彼はためらった。しかし結局、それを受け取り、しっかりと握った。心配するな。赤ちゃんが生まれたら、またお前のものになるから。彼は自分自身を納得させる必要があるかのように繰り返した。でも私はもうどうでもよかった。彼女が好きなだけつけていいわよ、私は無感情に言った。感情に打ちひしがれ、ベケットは私を抱きしめようとした。私はすぐに彼を押しのけたが、彼は気にしていないようだった。彼は背を向け、まっすぐデラニーの部屋へと歩いて行った。一瞬後、彼女の嬉しそうな叫び声が聞こえた。私はただそこに立ち、窓の外を見つめた。明日は私が去る日。そして今度こそ私はためらわない。その夜、ベケットはついにシュネ室に戻って眠った。彼は昔のように
何も変わっていないかのように私に寄り添おうとしたが、彼が手を伸ばした瞬間、私は身をかわした。彼らの関係を知って以来、彼が近づくたびに気分が悪くなった。目を閉じ、眠ったふりをした。でも眠りは訪れなかった。静寂の中、目を覚まして横たわり、隣で物音がするのを聞いた。するとベケットの低く優しい声が静寂を破った。わかった、今すぐ行くから泣かないで。君が泣くのを見ると胸が痛むよ。電話の向こうでデラニーが何と言ったかはわからないが、ベケットはベッドから飛び起き、私を起こすかどうかも気にしなかった。何かが私を彼の後を追わせた。病的な好奇心だったかもしれない。私は物音を立てずに彼の後をつけ、彼女の部屋の入り口で立ち止まった。デラニーはベッドに横たわり、髪は乱れ、服はかろうじて体にまとわりついていた。頬は涙で濡れ、泣いて目が腫れていた。彼女は哀れで脆いものの完璧な絵のようだった。ベケットは取りつかれた男のように彼女に駆け寄り、腕の中に抱きしめた。あなたがいないと眠れなかったの。彼女は泣きじゃくった。目を閉じるたびに婚約を破棄された場面が浮かんで。すごく怖いの、ベケット。彼女は彼に寄り添い、胸元は完全に露出し、声は無力な子供のようだった。ベケットの呼吸は荒くなり、目は欲望で暗くなった。もう大丈夫だよ。彼は低く、親密な声で囁いた。もう自分の部屋には戻らない。これからずっとここで君と一緒に寝るよ、いい？彼女をぎゅっと抱きしめた。デラニーは震えるまつげで彼を見上げた。こんなに独占しちゃいけないのは分かってる。エブリンに知られたら、彼女、傷つくわ。問題を起こしたくないけど、赤ちゃんがあなたが近くにいると落ち着くの。彼女はまた彼に寄りかかり、繊細で弱踊りじしく、ベケットの目には感情がにじんだ。心配しないで。彼は囁いた。エブリンに知られたって、私たちは何も悪いことしてない。君の方が必要だ。彼女は強い自分で何とかできる。私はそこで凍りつき、まるで後回しのように私について話し合う二人を聞いていた。それから事態は悪化する一方だった。デラニーは頬をあからめ、顔を彼の方へ上げた。お医者さん、4ヶ月なら赤ちゃんは安定してるって。ベケット、今夜、あなたに捧げてもいい？ベケットは一瞬も躊躇はなかった。彼は飛びつき、熱烈に飢えたように彼女にキスした。瞬く間に、二人はベッドの中で絡み合い、互いに夢中になっていた。私は今まで彼がそんな姿を見たことがなかった。完全に抑制がなく、完全に他の女に夢中になっている。彼が本当に誰かを愛するとき、そんな風になるんだ。私は背を向け、無感覚で、裸足で寝室に戻った。二人の間に何かあることはいつも知っていた。でも自分の目で見ることは？それは私が知りもしなかった怒りに火をつけた。彼はその夜、戻ってこなかった。そして私は一睡もできなかった。夜明けまでに私は荷物をまとめ、スーツケースを持って開花へ向かった。その時、彼らを見た。ベケットはデラニーのそばに座り、優しく彼女にスープを食べさせていた。私が一言も言う前に、彼は顔を上げ、私を見て動揺した。彼はすぐにボールを置き、顔をこわばらせ、慌てて説明し始めた。デラニー、今朝はあまり食欲がなくてさ。気分を良くするためにスープを作っただけだ。私は無表情でうなずき、スーツケースに手を伸ばした。その時、彼はそれに気づいた。彼の表情はたちまち曇った。一体どういうつもりだ？彼はぴしゃりと言った。出て行くつもりか？ただスープを作っただけで？彼は私からスーツケースを奪い取り、表情をさらに暗くした。
私は彼の首に散らばる赤い跡にちらりと目をやり、吐き気がこみ上げた。ただのスープ？私は冷たく言った。鏡で自分を見てみたら？ベケットはすぐに手を首に上げ、証拠を隠そうとした。蚊に刺されたんだ彼はつぶやいた。昨夜、たくさんいたからな。私は苦い笑いを漏らし、背を向けた。返答する価値もなかった。しかし私の沈黙は、彼の怒りをさらに煽るだけのようだった。蚊に刺されたんだって言ってるだろう。いつまでも嫉妬深くしてんじゃねえよ。彼は吠えた。それから突然の怒りで、彼はスーツケースを床に叩きつけた。私はたじろぎ、本能的にお腹を押さえた。その仕草を見て彼の顔色が変わった一瞬、罪悪感が走った。しかし彼が何かを言う前に、デラニーの甘ったるい声が流れてきた。ベケット、これも私のせいよ。私からエブリンに謝らせて。彼女は同じスープのボールを持って近づき、声には偽りの優しさがにじみ出ていた。エブリン、怒らないで。このスープ、あなたが飲んで。私は構わないから。私は舌を見下ろし、ボールの縁に彼女の口紅の薄い跡がついているのを見た。それを私から遠ざけなさい。私はうなり声を上げ、ボールを押しのけた。それは床に落ち、砕け、熱い液体があたりに飛び散った。デラニーは金切り声を上げた。ベケット痛い。彼女は大げさに泣き叫び、かすかに赤い跡がついた手を差し出した。ベケットの目が曇った。彼はまずデラニーをなだめ、それから立ち上がり、私の方へ怒り狂ってやってきて、私の腕を掴んだ。私はもがき、離れようとしたが、彼は無視し、私を台所へと引きずり込んだ。彼の表情は怒りに歪んだ。もう少し思いやりを持てって言っただろうが。彼女は親切にしようとしてたのに、お前は彼女を攻撃した。お前、懲らしめが必要だな。彼の口調は恐ろしかった。私が反応する前に、彼は私の手を沸騰したスープの鍋の中に押し込んだ。まだ熱く、まだ70度で燃えるように熱かった。私は悲鳴を上げた。痛みは即座で、耐えがたく、涙が止めどなく流れ落ちた。彼がやっと手を離したとき、私は震えながら床に崩れ落ちた。彼は冷たく私を見下ろした。これはただの警告だ。もう一度デラニーを傷つけたら、次はこんなに優しくしないからな。その瞬間、ベケットは悪魔そのものに感じられた。その存在に私は心底恐怖した。手の燃えるような痛みが、新鮮な涙を私の方に流し続けた。それを見て、ベケットの表情はわずかに和らいた。彼は手を伸ばし、まるで私に触れようとしたが、私は恐怖に身をすくめた。彼はまた私の手首を掴んだ。俺を怖がってるのか？彼の目に何かがちらついた。多分罪悪感、あるいは後悔。わからない。彼がさらに言葉を続ける前に、デラニーが廊下から呼んだ。一瞬のためらいもなく、ベケットは私の腕を離し、彼女のもとへ走って行った。突然の解放で、私は再び倒れ、床に強く叩きつけられた。鋭い痛みが腹部を走り、温かい血が太ももを伝って流れ始めた。恐怖が私を包んだ。ベケット私は声を震わせて息を切らした。赤ちゃんが。彼は振り返りもしなかった。赤ちゃんを盾にするんじゃない。彼はピシャリと言った。お前はさっきデラニーを傷つけたんだ。俺はまだ許してないんだからな。今は、お前もその子供も彼女に比べればどうでもいい。そう言うと、彼はデラニーを抱き上げ、廊下の向こうへと消えていった。私を一人残して。私と私たちの赤ちゃんを。私は助けを求めて叫ぶことさえできなかった。できることはただ泣くことだけだった。
静かなうずくような涙。二つの方向から痛みが私を締め付けやけどした手と腹部の激痛。私は自分が滑り落ち、倒れていくのを感じた。ベケットはまた彼女を選んだ。たとえ彼女がただの軽いやけどで、私たちの子供が死ぬかもしれないというのに。残されたわずかな力で、スマートフォンに手を伸ばし、119番にダイヤルした。目を開けたとき、私はもう病院にいた。看護師が廊下を大急ぎで運んでくれ、声にはパニックがにじんでいた。医師を呼んで今すぐ。容体が良くない。早産の可能性がある。彼女は必死にあたりを見回した。彼女のスマートフォンは？家族に連絡して、ご主人をすぐに呼ばなきゃ。手術の同意書に彼のサインが必要だ。応答のない呼び出し音が廊下に響いた。一粒の涙が私の方を伝った。もちろんベケットは出なかった。彼は多分、最愛のデラニーに優しいパートナーを演じるのに忙しいんだろう。私があるいは私たちの赤ちゃんが生きるか死ぬか、彼にとってはどうでもいいことだった。案の定、何度か呼び出しても応答がなく、回線が切れた。彼は私の電話を切ったのだ。看護師は心配そうに私を見下ろした。他に連絡できるご家族はいますか？ご主人にはつながりません。私の手が震えながら上がった。私が自分でサインする。震える手で書類に名前を書き殴った。この瞬間から私も赤ちゃんもベケットを必要としない。書類にサインした後、医師一人いない分娩室で待たされるとは思っていなかった。痛みに耐えながら私は看護師に尋ねた。彼女は困った顔をしたが、急いで説明した。大事な方が来られたんです、翔さん。妊娠された奥様と一緒に。ただの軽いやけどなのに、病院中の医師を呼び寄せて彼女の治療に当たらせたんです、参加チームまで。でも心配しないで、すぐ戻りますから。もう少し頑張って。彼女は優しく私の額の汗を拭ったが、彼女の言葉は私の中の嵐に届かなかった。体を引き裂く痛みは、胸に感じるものに比べれば何でもなかった。正真正銘の娼婦人は病室で生死をさまよっていた。一方、デラニー愛人の方は軽いやけどで病院全体を動かした。私はほとんど息ができず、視界の端が暗くなった。意識を失う直前、看護師が必死に叫ぶ声を聞いた。容体が急変。誰か助けて。一日後に目を覚ました。最初の本能でお腹に手を伸ばした。完全に平らなのを実感したとき、雷が頭を走ったかのようだった。私の赤ちゃんはどこ？パニックが襲い、点滴の管を引きちぎり、鋭い痛みを無視してベッドから起き上がろうとした。ちょうどその時、看護師が何かを抱きかかえて入ってきた。小さな包みを私の腕の中に置いた。その瞬間、子供を胸に抱きしめ、私はようやく安堵した。2週間後、私は赤ちゃんを抱いて空港に立っていた。すべての書類は完了していた。最新のゴシップベケットが愛人を甘やかしている様子を映す巨大スクリーンを見上げながら、私はためらわなかった。赤ちゃんをもっとしっかり抱きしめ飛行機に乗り込んだ。デラニーを病院に送り届けた後、床の上で私が泣き叫ぶ声がベケットの頭の中で繰り返し流れた。彼の心は落ち着かなかった。腹の中でくすぶっていた不安は無視するのが難しくなっていた。眉を潜め、彼はスマートフォンに手を伸ばした。彼がダイヤルする前にデラニーが泣き叫んだ。ベケットすごく痛い。彼女は彼にも垂れかかり、もろく震えた。本能的に彼は腕で彼女を包んだ。医者はもう処置しただろう。どうしてまだ痛いんだ？彼女の目に涙が浮かんだ。彼女はお腹を押さえ、顔をしかめた。
お腹がすごく痛いの、もし赤ちゃんに何かあったらどうしよう。本当にエブリンに謝りたいの。彼女があんなに怒るなんて思わなかった。彼女は付け加えた。ベケットの顎が締まった。甘やかしすぎたからだからあんな調子なんだ。心配するな。彼女に電話してはっきりさせてやる。しかしスマートフォンのロックを解除した瞬間、彼の顔にためらいがちらついた。彼は自分のしたことを思い出した。私の手を沸騰したスープの鍋に押し込み、まるで何でもないかのように去っていったことを。私は妊娠8ヶ月だった。彼でさえそれが良くないことだとごまかせなかった。お前のためにお前を罰したんだ。あのやけどで懲りるはずだ。彼はつぶやき、罪悪感がゆっくりと彼を蝕んでいった。それでも彼女は俺の妻で、俺の子供を身ごもってる。せめて少しは彼女のことを気にかけるべきだ。彼がスマートフォンをいじっていると、デラニーは彼の表情の変化に気づいた。彼の顔にある心配の色を見て、デラニーはベケットがまだ私に本気で気にかけていることに驚いた。彼女の目に一瞬、クオドリジしさが走った。言うべきかわからないけど、彼女はためらいがちに、偽りの心配を込めて言った。エブリン、私たちのこと知ってるみたいで、脅しのメッセージを送ってくるの。私のことなら構わないけど。ベケットの眉が寄った。けど？彼女が言うにはデラニーは強く飲み込み、再び涙が浮かんだ。私の赤ちゃんを殺すって。彼女は泣き崩れ、彼の胸に顔を埋めた。ありえない。ベケットはたじろいだ。エブリンは少し気性が激しいかもしれないが、そんな人間じゃない。勘違いしてるんじゃないのか？彼の目はデラニーを観察し、その奥に不確かさがちらついた。デラニーは歯を食いしばり、ほとんど歯をかきそうだった。もう一言も言わず、彼女はスマートフォンを取り出し、彼に突きつけた。ほら。これがエブリンが送ってきたメッセージ。私が間違ってたらよかったのに。でも、彼女は言葉を途中で止めた。ベケットは画面を見つめ、読むメッセージごとに顔を硬くしていった。一つ一つが彼の心にある私のイメージを粉々にした。妊娠中で敏感なんだろう。彼はつぶやいた。でも心配するな、俺が守る。彼女が君や赤ちゃんに手を出させない。彼の顎が引き締まった。もしエブリンが本当にそこまで狂っているなら仕方ない。彼女を追い出して正気に戻らせるしかない。デラニーは彼に寄りかかり、目には勝利の色が燃えていた。二人の目が再び会うと、また絡み合った。彼らは丸1週間、病院に滞在した。医師たちが彼女に何の問題もないと確認して、ようやく去った。ベケットは、離れている時間が私を冷静にさせるのに十分だと思っていた。彼は私が家で不機嫌になっているところ、もしかしたら謝っているところを期待していた。しかし彼が戻った時、私の姿はどこにもなかった。最初は気にも留めなかった。気分転換に出かけただけだと思った。しかし1ヶ月が経った。そして私は一度も家に帰らなかった。私の弱々しく震える声の記憶が彼を悩ませ続けた。ついにベケットは耐えきれなくなった。彼は警察署に乗り込み、私の行方不明届を出そうとした。すべてを説明した後、彼はすでに私を懲らしめる方法を考えていた。しかし警官が報告書を持って戻ってきたとき、それは稲妻のように彼を打ちのめした。翔さん、記録によると、あなたとキャリントンさんはもう婚姻関係にありません。彼女の居場所を知る権利はありません。ベケットは呆然と見つめた。なんて言った？